おはようございます。めぐりかみ太一です。今日は世界一有名な煮込み料理ブッフブルギニョンを作ります。ブルギニョンと名前がついているだけあってブルゴーニュの郷土料理になります。美味しい牛肉と美味しい赤ワイン、ピノノワの品種を使って作ったブルゴーニュ産のワインを使った煮込み料理になります。今回お肉の方は10度ブッフ、頬肉を使っています。それでは今回使う材料を紹介していきます。左手から10度ブッフ、頬肉になります。あとこれがラーコロナータ、イタリア産の背脂を塩漬けにしたもの。あとコニャック、あとガリンチョアロマティックですね。玉ねぎ、人参、セロリ、ブーケガルニ。あと右下にあるのがガルニチュールブルギニョンと言います。小玉ねぎ、シャンピニオンパリ、あとベーコンになります。それに忘れてはいけないのがブルゴーニュの赤ワインです。それではブッフブルギニョン一緒に作っていきましょう。まず最初に10度ブッフ頬肉の掃除から始めます。基本的に掃除は脂の部分と筋の部分を取り除いていきます。ですけども脂も筋もうまみのうちです。全部取ってしまうとパサパサになってしまいますので、ある程度半分ぐらい残して脂と筋を取り除いていきます。もちろんこれ好みにもよりますけども、私個人的にはある程度筋を残した状態で火を入れた方が、あと火が入った後ゼラチン質が残っていて非常に美味しく仕上がると思います。この程度筋が残っている状態で掃除は終わります。これを半分に切りますけども、よく見てもらって分かるように筋肉の繊維が縦に走ってます。それに沿って半分に切ります。続いて豚の背脂の塩漬けラーコロナータをバトネに切っていきます。途中肉の部分があればそこは取り除いてください。これからこの背脂をこの金串エギュイヤラルデもしくはラルドワーズを使って牛頬肉に背脂を刺していきます。このように後ろの方にバトネに切った背脂を挟みます。この背脂を肉の中に入れることをラルデと言います。このラルデをするときは筋肉の繊維に沿って平行に背脂を入れていきます。このラルデの効果は赤身の肉、筋肉質な肉に背脂ですね、ラルドを加えることによって柔らかさとうまみが増します。このようにだいたい真ん中に3本、背脂を入れています。準備できたらボウルに入れて置いておきます。それでは10度ブッフをマリネするためのガーリンチュールアロマティックを用意していきます。ブーケガルには他に動画がありますのでそちらを参考にしてください。中にはパセリの軸、ローリエ、タイムが入っています。あと人参、玉ねぎ、セロリは皮を剥きます。プルシェし終わったらミルポのサイズだいたい2センチ角に野菜は切っていきます。ミルポアに切り終わったガレンチュアロマティックを
先ほどの重度ブフほほ肉と一緒にボウルに入れます。そこに用意しておいたこんにゃくと赤ワインを入れて、これから3時間ほどマリネします。液体を入れたら赤ワインがまんべんなく行き渡るように混ぜてください。3時間経ったので、液体マリナード赤ワインですね、赤ワインと肉と野菜をきっちり分けます。まずマリネしていた赤ワインの方から処理していきます。マリネしている間に牛肉から血などが出てますので、一旦沸かしてアクを取ります。次に肉の準備をしていきます。野菜はきれいに取り除いて、マリナードがつかないようにリードペーパーもしくはトーションで水分をきれいに取り除きます。表面の水分をしっかりと拭き取ったら、汗止め、塩コショウで両面きっちりと汗止めします。ココット鍋を温めて、そこにオイルを入れます。きっちりとココット鍋を温めて、肉の表面を焼いていきます。焼く時ですけども、肉をぎゅうぎゅうに入れてしまうと温度が下がって水が出てきてしまいます。なので多少隙間がある状態できっちりと焼き色をつけていきます。火加減は中火で鍋の温度が熱い状態を保ちながら焼いていきます。肉を全部焼き終わったら、同じココット鍋を使って先ほど水気を切っていた野菜を炒めていきます。ガルニチュアロマティック、赤ワインでマリネされてますので火が入りにくくなってます。なのでここで軽く塩をしてよく火を入れていきます。塩をして全体的によくなじませたら蓋をして、ここでゆっくりと火を入れていきます。蓋をして5分経ちました。蓋を開けた時、内側についている水滴を鍋の中に戻してよく混ぜます。野菜に火が入り出した段階で、先ほど色をつけたほほ肉重度ブッフをココット鍋に戻します。肉を全部戻したら、ブーケガールにも忘れずに入れてください。そして先ほど沸かしておいたマリナードを入れます。そこにフォンドボーを入れます。フォンドボーも他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。あとシャンピニョン・ド・パリ、マッシュルームのカスを入れて一緒に沸かしていきます。一沸きしたらきっちりとアクを取ってください。アクをきっちり取ったら蓋をして160度のオーブンに入れます。2時間半経ちました。オーブンから出して火が入っているかチェックします。もちろん今回ほほ肉を使っているので2時間半ぐらいでいい感じに揚がっています。ただ肉の部位によってはもうちょっと長かったり短かったりすると思いますので、確認してください。
今回ほほ肉の火の入り加減ですけども、完全に入る少し手前です。この後ガルニチュールブルギニオンを入れて一緒にまた30分ほど煮込みますので、きっちり火が入る手前で揚げてください。ほほ肉だけをきっちりと引き上げます。この後ソースを仕上げるために煮詰めていきます。レデュイ煮詰める時に沸かすので、もし油があると油が乳化してしまい味がぼやけてしまいます。なのできっちりと油を取り除きます。少しレデュイできたら、ここでルーでリエします。濃度をつけていきます。ルーの作り方は他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。これで濃度がついたので、ここでパッセこしていきます。パッセするときは小さいお玉ルーシを使ってよくプレセをしてください。野菜の中にもうまみが残っていますので、その汁をきっちりと絞り出してください。これでブッフブルギニオンのソースが完成しました。これからガルニチュールアラブルギニオンを作っていきます。必要な材料はマッシュルーム、シャンピニオンパリ、ベーコン、小さい玉ねぎです。まずシャンピニオンパリ、マッシュルームは皮を剥いてだいたい6等分に切っていきます。もちろんサイズによっては8等分、半分でも構いません。今回は6等分にします。後で火を入れた後多少小さくなるので大きめの方がいいと思います。続いてベーコンの方を準備していきます。皮の部分は取り除きます。その後5ミリぐらいの厚さに切ってバトネに切ります。この時軟骨がないか確認してください。もし軟骨があれば取り除いてください。きれいにバトネに切り終わったら、これをまずソテーしていきます。軽くオリーブオイルをフライパンに入れて、先ほど切ったバトネのベーコンをソテーしていきます。火加減は中火より若干弱火にして、じっくりとベーコンの脂を出しながら色をつけていきます。最初から強火にしてしまうと一気に色がついて焦げてしまいますので気をつけてください。このように香ばしく焼けたら OK です。このままベーコンだけを取り出します。このベーコンを炒めたフライパン、十分にベーコンから脂が出てうまみが詰まっています。その油を使って先ほど用意したシャンピニオンパリ、マッシュルームをソテーしていきます。ここでバターも足してシャンピニオンをソテーしていきます。バターがよく溶けてムース状になったらシャンピニオンを入れてソテーします。よく炒まって色がついてきだしたら、ここでアセゾネ、塩コショウで味をつけます。最初から塩を入れてしまうと水が出てしまいます。なのである程度色がついた段階で塩コショウでアセゾネしてください。ベーコンとバターのうまみが詰まったシャンピニオンソテー、このぐらいで引き上げて置いておきます。最後に小玉ねぎ、プチゾニオンのグラッセを作っていきます。温めた鍋にバターを入れてエプルシェしたプチゾニオンを入れます。その後一つまみ塩と砂糖を入れてバターと一緒に玉ねぎとよく和えます。
この時色をつけないようによく絡まるようにして軽く炒めます。焦がさないようにして表面に軽く火が入ったら、ここで水を入れます。今回水を使いましたけども、ブイヨンのボラー油、鶏のだし汁でも構いません。沸いてきたらクッキングペーパーで蓋を作って落とし蓋代わりにして火を入れていきます。玉ねぎに均等に火が入るように時々混ぜてください。火が入ったかどうか金串を使って確かめてください。この後ソースと一緒に合わせてあとまた30分ぐらい火を入れますので、ある程度芯があっても構いません。これでブッフブルギニオンに必要なガルニチュール・アラ・ブルギニオンが揃いました。先ほど揚げておいたほほ肉、あとそこにベーコン、シャンピニオンパリ、マッシュルーム、あとオニオンですね、玉ねぎのグラッセも入れて、最後仕上げたソースも一緒に入れます。ここで最後蓋をしてこのまま30分未除底ポコポコという状態で火を入れていきます。最後ここで30分一緒に煮ることによって味が全体に馴染んで非常に美味しく仕上がります。それでは温めたお皿に盛り付けていきます。今回このブッフブルギニョンに相性のいいガルニチュールはまた概要欄に載せておきます。じゃがいものピューレ、じゃがいものトルネ、あとパーターヌーユ、パーターフレッシュですね、なども非常に相性がいいと思います。もちろん乾燥のショートパスタを添えても非常に美味しいです。あと今回は牛ほほ肉、中度ブッフを使いましたけども、他の部位でも十分美味しいです。やはり使うワインはブルギニオンだけあってブルゴーニュのワインを使ってほしいです。最悪なければピノノワで作ったワインを使っても美味しいと思います。ぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。